皆さん、こんにちは。日本語スタジオラジオ、スタラジの時間です。今日もアシスタントのヨッシーだけじゃなくて、皆さん、お久しぶりです。日本語の先生の静香です。はい、久しぶりに静香先生も、はい、話します。はい、私知らなかったんですけど、一回スタラジちょっとお休みしますってアナウンスしてから、ヨッシーが一人で、頑張ってスタラジを進めていてくれたみたいです。今日は静香先生とお話しします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はーい。今日はヨッシーと一緒に日本の学校について話してみようかなと思っていて、はい、大学時代よりも、小学校中学校とか、はい、なんかその日本の学校っぽいエピソードがあるところがいいかなと思うんですけど、そうですね。私とヨッシーも世代が違うので、あと育った場所も違うので、いろいろ違うことはあると思うんですけど、はい、例えば給食とか小学校でどんなものを食べましたか？給食ですか。はい、給食はパンの日とご飯の日っていうのがあって、パンの時とご飯の時っていうのがあるじゃないですか。はい。はい。で、パンは揚げパンとか、コッペパンにこうバターとか、いちごジャムがついてて食べるんですけど、でご飯は、白ご飯の時もあるんですけど、なんだろう、栗ご飯とか、他何かあったかな。なんかちょっと変わったご飯もあるんですが、わかめご飯が多かったな。わかめご飯、はい、とか、ちょっと白ご飯じゃない時もあって、ちょっとわかめご飯の時は嬉しかったですよ。はいはい。で、おかずは普通にこういろいろ煮物とか、揚げ物もあったりとか、いろいろ毎日変わる感じですね。なんかさっきわかめご飯が嬉しかったって言ってましたけど、はい、その楽しみだったご飯のおかずとかあるんですか？普通ですけどやっぱカレーでしょ。カレーって私食べたかな、あんまり記憶に。カレーはね、カレーの時はナンが出ました。いやー、僕はないですね。ナンが出ましたよ。はい。カレーうどんとかもあったかもしれないけど、スパゲッティとか出ましたか？あったと思いますね。はい。スパゲッティはね、麺がこう細かく小さく短く切ってあるんですよ。でスプーンとかで食べられるようになっていて、ミートソーススパゲッティだったんですけど、でその日はパンがなんていうのついてくるんですよね。でそのパンにスパゲッティを入れて食べるっていうのが、はい、みんな好きでした。そうですね。そういうのありました。そういうのが確かに挟んで食べてた。そうそう。はい。牛乳って必ずついてました？牛乳、はい、必ずついてました。瓶でした？パックでした？私はね、瓶でした。瓶、一緒ですね。今はもうパックなんで。今多分パックやと思います。はい。でね、牛乳飲むときに、こうね、みんな面白がってね、こう笑かそうとするんですよ。笑かそうってめっちゃ方言っぽい。だから前で牛乳飲んでる子がいたら変な顔して笑わせようとするんですね。はい。それがもう毎日のようにこうみんなでやり合うんですよ。はいはい。で牛乳をこう、笑ってパーって吹いちゃうんですよ。それで牛乳が鼻の方に行ったりとかしてすごく臭くなるんですよ。でそれで牛乳が嫌いになりました。今も牛乳嫌いなんですか？牛乳嫌いです。給食でそんなトラウマを。はい。そうですね。私も瓶の牛乳好きじゃなかったですけどね。キャップが取りにくくて上手に取れなかったりとかするし、そう、なんか瓶の牛乳って臭いんですよね。
なんか臭くなってくるんですよね、どんどん。だからそれもすごく嫌で、もう最初に冷たいうちにまず一気飲みして、それから給食食べてました。はい、そうですね。だから子供だったけど、なんかそういうとこがやっぱりいろいろ嫌だったんですよね。はい、デザートとかはいろいろありましたよ。ゼリーとか、なんかババロアみたいなのとか、あとクレープみたいなのとか、和菓子みたいなデザートとか出る時もあったし、はい、結構いろいろありました。あんま覚えてないですね。なんかフルーツポンチみたいなのがある時はあったんですけど、はい。あれってでも給食って子供たちがみんな準備するんです。準備ってその作るのは給食のおばちゃんだけど、その器に入れるのは子供たちが自分でやるんですよね。はい。そうそうそう。はい。でその週の係の子が何人かいて、給食係の人がいて、で給食係の人がそのお茶碗にご飯をよそったりとか、器にお味噌汁入れたりとかして、で最後持って行ったりとか、自分たちで食べる準備をするんですよね。そうですね。はい。そうで最後その食べ終わったお皿とかも全部給食室のところに持って帰るのも全部自分たち子供がするんですよね。そうですね。はい。そうなんか、あの時は何も考えてなかったけど、結構掃除も子供がするし、なんか日本の学校って結構いろいろ自分たちでこうしないといけないことがたくさんあるなって思います。掃除っていつやってました？掃除給食の後ですね。ああ、同じですね。でもこうアニメとかでよく放課後にやってません？多分中学高校とかだったらこう放課後にやってたかもしれないです。私小学校は給食の後にやってました。そうですね。小学校は給食の後にやってて、はい、中学校は覚えてないな。中学校も給食の後にやってたよね。私は子供の時食べるのが遅くて、給食の時間って多分どれくらいですか？20分ぐらいかな。食べる時間、はい。そう、でもそれで食べきれないんですよ。終わらなくて、なんかいつも半分泣きながら最後食べてるみたいな。そうですね。そういう、私はそういう子供でしたね。はいはい、掃除の時間も食べてましたね。はい。はい。あんまり給食好きじゃなかった。美味しかったと思うけど、あんまり好きじゃなかったですね。はい、僕はもう牛乳以外は全然問題なかったです。そうですか。はい。修学旅行ってあるじゃないですか。はい。例えば小学校だったら6年生、一番上の学年の時に行く旅行。はい。あれってヨッシーは小学校の修学旅行はどこに行ったんですか？覚えてない覚えてない。名古屋やったと思う。名古屋？はい。何をしたかも全然名古屋じゃないんかな、あれは。明治村って名古屋。明治村は名古屋ですね。名古屋ですか。はい、明治村に行った記憶はあります。犬山かな、なんか。はい、犬山。はい。明治村は皆さんわかんないですよね。明治の時代の建物があるテーマパークですよね。はい。多分皆さん行くと面白いと思います。あれちゃんとですね、本物のその明治の時代のものがそこに移築、その、はい、建物を全部持って行ってそこにもう一回建て直すっていう。そうですね。そういうふうにして作ってるんですよね。はい、そこに行った記憶がありますね。名古屋で何したかは覚えてない。じゃあ多分名古屋城とかも見てるんですよね。確かに行ったんでしょうね。はい。鹿先生は？私はもう平和学習ですよ。広島。そう。広島とか中学校も長崎に行ったし、はい。高校も沖縄に行って全部戦争について、はい、勉強する旅行でした。そうなんですね。修学旅行最近はもう海外とかに行くんでしょうね。どうですかね。まあでも高校、学校によりますよね。私はパソコンの授業とかあっ
ったんですけど、小学校の時。はい。ヨッシーの時代はパソコンの授業ありました？ありましたよ。あ、そうなんですか？ありました。何するんですか？何をする？そうですね。なんかこう言語を書いて、なんか図形みたいなのを作ったっていう記憶がありますね。全然面白くなかったんで、好きにならなかったんですけど。私の時はコンピューターになれるって、はい、多分それぐらいで、そのなんかコンピューターの中のソフトで塗り絵とか、なんかゲームやったり、でなんかフロッピーディスクにそれを保存するみたいなはい、そういう感じでしたけど、多分そんなソフト自体がなかったような記憶がある。そうですか。はい。でも私も小学校の時英語やってないんですよ。今の子英語やってると思うんですけど、多分10歳ぐらい、小学校5年生ぐらいから英語やってると思うんですけど、でヨッシーもだからやってないですよね。やってないですね。英語やってないけど、多分小6ぐらいでローマ字だけ勉強しました。そうですね。アルファベット ABCD。筆記体とか勉強しました。筆記体だけ勉強したんですか？私勉強してないですか？中学入った時に最初に筆記体やったんですけど、小学校ではやってないと思う。そうですね。そうですね。はい。筆記体今も勉強しないんですよね。あ、そうなんですか？筆記体かっこいいのに。まあ、中華戦とはちょっと時代が違うんですけど、とにかく小学校とか厳しかったです。はいはい。体育祭とか本当に厳しかったですね。みんなで綺麗にダンスしないとか。そう。めちゃくちゃ練習するんですよ。先生も熱心なんですよ。ただ怒ってるだけじゃなくて、なんでできないのとか、もっと頑張らないといけないとか。まあ今でもそう基本的にその日本人の考え方ってなんかみんなと一緒でそれが一番いいみたいな感じあるじゃないですか。校則とかそういうのルールがあって、学生はみんな同じ風にこう制服を着るとか、髪型はこれとか、そういうのがきっとあるんですよね。まあ今の時代は多分違うと思いますけど、まあ今の時代もうちょっと自由になってるかもしれないですけどね。はい。いろいろ日本の小学校とか中学校について思い出を話してみたんですけど、面白そうなトピックっていうか話せそうなことはあるんですけど、国語の授業とか、はい。まあでもそれはまた次の機会にしましょう。そうですね。はい。はい。まあ皆さんもちょっと自分の学生生活どうだったか思い出してみて、うちの国はこれをやってましたとか、そういうのがあったら教えてもらいたいですね。はい。というわけで、はい、ヨッシーがまた一人でいろいろラジオを続けてくれるかもしれないので、はい、楽しみにしておきます。はい。はい。ぜひまた聞いてください。はい、また聞いてください。では、またね。またね。